ニコン ZR 9月に発表され映像業界をざわつかせました。少し遅くなりましたが、僕たちの徹底レビューをお届けしようと思います。僕たちは単なるユーザーとして購入し、たくさん使用してこのカメラと向き合い、全てを知るために時間を要しました。誰もが憧れるレッド社を日本企業のニコンが8500万ドル、およそ131億6700万円で買収した2024年3月のニュースから気づけば1年半以上が経過していました。この間にニコンは動画ユーザーを深く理解し、動画撮影用カメラを再定義したようです。そんなレッドの何かを受け継いだこのニコン ZR の価格は約26万9000円程度。これが多くの人にとって買いやすい価格であるということは間違いありません。そしてこれは多くの人がチャレンジをしやすい価格でもあるのです。その証拠に僕の知り合いや友人もみんなが購入しているようです。これは明らかに時代が変わりかけている流れだと感じています。この ZR というのはニコンにとって初めてのシネマカメラであり、レッドにとっても初のコンパクトミラーレスシネマカメラです。ニコン ZR はどんなカメラなのでしょうか。ソニーの FX3 やルミックス S1M2 などを凌駕するほどのカメラなのでしょうか。正直とても素晴らしいカメラだと思います。今後のニコンに投資したいし応援したくなるようなそんな完成度です。しかし僕たちの徹底レビューでは進化した性能面だけでなく実用面を公平に判断をしていきます。ニコンユーザーでなくても大歓迎です。ZR の動画性能から Z マウントの可能性、利点まで一つずつ僕たちと一緒に確認をしていきましょう。このカメラを初めて手にした瞬間、これが動画カメラの新たな最適解か、本気でそう感じました。結論、まだ完璧ではありません。改善すべき点も多く見受けられます。それでもこの ZR には僕たち映像クリエイターが求めてきた理想というのがたくさん詰まっています。まず驚いたのは背面のディスプレイです。これまでのどのミラーレスカメラよりも大きな4インチの大型モニターを搭載しています。実際にソニーの FX3 と比べてみるとその違いは一目瞭然です。正直なところこのモニターサイズというのは盲点でした。 ZR が登場するまではこれがミラーレスカメラの限界だと勝手に思い込んでいたんです。4インチのモニターであれば多くの場面で外部モニターが不要になります。マニュアルフォーカスで撮影をするとき、自撮りで確認するときもカメラ本体で完結できます。しかも魅力はサイズだけではないんです。まるで iPhone を操作しているかのような滑らかで直感的なタッチ操作があります。メニューのスクロールや撮影設定などの細かな設定、すべての操作においてとにかく快適に使うことができます。そしてそれらを支える画面輝度も完璧といって問題はないでしょう。15段階あるモニターの明るさは最大輝度で1002ともあり、晴天時でも問題なく視認できます。一度このモニターを体験すると他の機種が時代に遅れているように感じる。これこそニコンが動画カメラを再定義したと言える瞬間ではないでしょうか。ではこのモニターによる欠点はあるのでしょうか。はい、もちろんあります。それは背面の大部分をモニターが占めていることで物理ボタンが非常に少なくなっているということです。そもそも僕は不自由なく撮影をするために最低でも3つのダイヤルが必要だと感じています。シャッタースピード、ISO感度、F 値、この3つを瞬時に調整できるのが理想的な設計です。ところがニコン ZR にはダイヤルが2つのみしかありません。F 値ダイヤルが搭載されたレンズを使う場合、カメラ側は2つのダイヤルで足りますが、そうでないレンズを使用する場面もありますよね。なぜ ZR はシネマカメラでありながらこのような設計を選択したのでしょうか。実際に使い込んで見えてきたのはレッドコモドの思想を継承した設計であるということです。実はレッドコモドに搭載された物理ボタンもとても少なく、タッチ操作を中心とした設計なんです。今回のニコン ZR もその設計思想を強く感じられ、そのためにこれほど大きなモニターサイズでかつ高性能な機能を採用したのではないかと考えています。ただここには賛否が必ず分かれるはずです。どんなに優れたタッチ操作でも物理ボタンのスピードにはかなわないというのが僕の正直な感想です。今後のカメラはタッチ操作が主流になるのか、それとも結局は物理ボタンが多く採用されていくのか、これからの ZR ユーザーの今後のフィードバック次第で次の後継機にどう反映されるかでここの答えが見えてき
きそうですよね。さらに ZR にはファインダーがなく、モードダイヤルや露出ダイヤルもありません。シャッターボタンには赤いリングがつき、動画録画ボタンとして設計された完全な動画指向になっています。そしてその思想は UI デザインにも反映されています。一般的なカメラは写真表示に最適化された3対2比率のディスプレイを採用していますが、ZR は16対10の比率を採用し、撮影情報をフレーム外に配置できるように設計されています。フレーム外の右下に配置された表示設定カスタムでは、フォーカスピーキングやガイドライン、水準器やゼブラ表示などをワンタップでオンオフの切り替えをすることが可能です。メニュー設定に入らず画面起動をここで調節できるっていうのも非常に気に入っています。そして縦型 UI にも対応しているので TikTok やリールなどのショート動画撮影にも最適化されています。ただ縦位置用のネジ穴がなく底面の1箇所のみになるので、ここは FX3 などのソニーシネマライン系が優れているかなと感じます。そのため ZR で縦位置撮影をしたい場合は専用レグなどを使う必要があって、ただこうなると本末転倒な気がしてしまいます。そしてメニュー操作も独自の設計が採用されています。3本線のメニューアクセスボタンを長押しするとメインメニューが開き、一度押しでショートカットの i メニューを呼び出せます。個人的にはこの2段階のメニュー設計は非常に気に入っていて、変更頻度の高い項目を i メニューにカスタムして割り当てれば素早い調整を可能にします。ここまでのデザイン面は今日の動画撮影カメラとしてほぼ完璧と言ってもいいような仕上がりです。でも一つだけ絶対に見逃せない欠点があります。それはメニュー構成です。僕が最も使用する動画カメラのソニーの FX3 はメニュー構成が3階層になっています。動画設定を変更したい場合、動画項目に入り、そこから画質や音声設定に進んでいく流れです。一方でニコン ZR のメニュー構成は2階層になっており、さらに動画撮影メニューとカスタムメニューの動画項目という2つの項目を行き来しながら調節する必要があります。これらは頻繁に触る項目ではないため大きな問題点にはならないのかもしれませんが、ここまで動画撮影向けに設計をしておきながらメニュー構成が写真機と同様の設計を引き継いでしまっているっていうのが惜しいかなと思います。メニュー構成のフルチェンジとは言わなくとも、動画撮影に関する変更を一括で管理できるホームメニューのようなものを用意してほしいなと感じました。全体的な物理ボタンは背面にジョイスティックとメニューアクセスボタン、再生ボタン、ダイヤルを配置し、上面は電源ボタン、静止画、動画切り替えスイッチ、3つのカスタムボタンとズームレバー付きレックボタン、さらに前面にはダイヤルとレックボタンが配置されています。端子類は外部マイク端子、ヘッドホン端子、マイクロ HDMI、USB 端子という非常にシンプルな設計です。いくらモニターが大きいからとはいえ、フルの HDMI 端子を搭載しなかったのはもったいない選択だったように感じています。バッテリーは ENEL15C を採用し、Z9 を除く多くのフルサイズモデルと互換性があります。バッテリーとメモリーカードを含めた重量は約 630g で、ソニー FX3 が約 715g であるため、後ほど紹介する性能面を考えると比較的軽量化にもこだわった、そんなカメラだということがわかると思います。メモリーカードは CF エクスプレスのタイプ B カードとマイクロ SD という非常に珍しい組み合わせです。これはきっと小型軽量化を維持しつつ、プロ機としてのデュアルスロット搭載の両方を実現する限界がマイクロ SD だったのではないかなと感じています。マイクロ SD カード使用時は H265 の 6K60 フレームまで撮影することができるため、保険として常に忍ばせておけるというのは優れた発想なのかもしれませんね。実際にマイクロ SD カードによる 6K60 フレームの長時間収録を行ってみましたが、1時間27分14秒でバッテリー切れにより停止しました。V30 のマイクロ SD カードでも停止することなく安定した撮影ができるので、もしカードを忘れてしまった場合はコンビニなどで調達できるということを覚えておくと、いつか役立つ日が来るかもしれません。ただこれらを用いたダブルレック収録自体ができないので、例えばウェディング撮影など一度きりの瞬間を記録するという用途では少し不安が残るかもしれません。これに関しては皆さんの用途に合わせて判断していく必要があります。ここまでがニコン ZR のボディ設計に関する特徴です。この ZR が従来の動画カメラとは明らかに異なり、僕たち映像クリエイターのニーズに応えるようにして設計されているということを強く感じるのではないでしょうか。ただもう一つ、ニコン Z シリーズを語る上で欠かせない大きな魅力があります。それが Z マウントの可能性です。ニコンのフルサイズ機をレビューするのは初めてなので、今回の動画では Z マウントについても掘り下げてみたいと思います。そもそも Z マウントが登場したのは約7年前と新しく Z7 で初めて採用された規格になります。
マウント設計を考えていく上で重要なものとしてフランジバックとマウント系の2つがあります。1つ目のフランジバックとはレンズの取り付け面からセンサーまでの距離のことで、ソニーの E マウントでは 18mm、L マウントが 20mm に対し、ニコンの Z マウントはわずか 16mm という短さ。これら他のマウントよりも短いフランジバックというのが Z マウントの強みです。フランジバックが短いことでマウントアダプターを介して距離を延長できるというメリットがあります。つまり Z マウントというのは他のマウントを受け入れられる構造になっているということです。今回実際にメガダプの ETZ21 Pro というマウントアダプターを使用してソニーの E マウントレンズでも撮影を行いました。僕のメインシステムは E マウントで備えているため、正直なところ他社マウントへの移行はハードルが高いと感じていました。ですがこの非常に薄いアダプターを介すだけで E マウントが取り付けられ、しかもオートフォーカスが完全に使うことができ、 Z マウント運用もかなり現実的になってきます。実際にこのアダプターを通してソニー FE レンズを ZR に装着をしても AF の速度や精度が落ちるなどといった現象はほとんどありませんでした。ただしこの場合はボディ側での正確な歪み補正が効かないため、特に動画撮影ではその点がネックに感じるかもしれません。ソニーのレンズは小型で軽量化を重視した設計で、ボディ側の補正に依存しているという部分が大きいため、やはり最大限の性能を発揮するならニコン純正レンズでの撮影が理想的だと感じています。そしてもう一つのポイントであるマウント系もニコン Z マウントはとても優れています。もちろんマウント系が大きいほど単純にカメラやレンズのボディは大きくなりやすいのですが、センサーへ届く光の角度、つまり入射角をより広く設計できるため F 字の低い大口径レンズを設計しやすくなるという特徴があります。ニコンは Z マウントの開発で 55mm という非常に大きなマウント系を選びました。この大きなマウント設計により F1.0 を切るレンズの開発にも成功しています。大口径レンズとしてニッコール Z58mm F0.95S ノクトや他にも 35mm、50mm、85mm で F1.2 レンズが展開されています。実際に 58mm F0.95 のノクトレンズでポートレート撮影を行ってみました。圧倒的なボケ感ととろけるような浅い被写界深度はスマホの小さな画面で見ている方でも思わず息を飲むほどの立体感を感じられるのではないでしょうか。他にも今回の動画の多くがニッコール Z2470mm F2.8S Mark II で撮影された作例です。最近登場したばかりの第3元標準ズームレンズの2型で、このクラスのレンズでは世界初のインナーズーム機構が採用されています。圧倒的な描写性能、そして1型から軽量されているということからニコン ZR の標準レンズとしては本当におすすめできる一本になっています。これらのように明るいレンズラインナップが充実しているということ、そして光学性能を重要視したレンズ設計であるということがこの Z マウントの強みです。さあここまででニコンやこの ZR というカメラについてかなり理解が深まってきたかなと思います。でもシネマカメラとして本当に大切なのは性能とそして画質ですよね。ニコンの ZR はレッドのカラーサイエンスをベースにした R3D-NE の Log3G10 を搭載し、最大で 6K60fps のロー動画を内部記録ができます。これほどコンパクトなボディにレッドが長年培ってきた忠実なスキントーンとシネマライクな色表現を搭載。これがまさにニコンとレッドの技術が融合した新しい映像表現の始まりです。ニコン ZR には約2450万画素の部分積層型 CMOS センサーを採用しています。この部分積層型センサーというのは撮像部の上下に高速処理回路を積層配置することによって従来型の非積層センサーよりも高速な読み出しが可能になっています。これはルミックスの S1M2 やニコン Z6-3 でも採用されており、ローリングシャッター歪みの軽減、高フレームレートでの滑らかな動画記録、AF の合唱速度の向上などが実現する高性能なセンサーです。実際に同価格帯のソニー α7 IV やルミックス S5 Mark IIX ともローリングシャッター性能を比較してみても、ニコン ZR は高速な動きでも歪みを最小限に抑え、より自然で高品質な映像記録を可能にしていることがわかります。このセンサーによりニコン ZR では R3D-NE、N-RAW、プロレス RAW-HQ というなんと3種類のロー記録を可能にしています。これら3種類のローにはこれほどまで色味やスキントーンに違いがあり、個人的にはやはりレッドのカラーサイエンスを継承した R3D-NE の Log3G10 がとても気に入っています。これまでのニコンカメラの動画というのはどこかスチルっぽい印象があって、僕個人としてはあまり好みではありませんでした。
しかしこのレッドのカラーサイエンスを継承した R3DNE の Log3G10 というのはこれまでの印象とは大きく異なり、しっかりとしたシネマらしさを感じることができるので、僕はとても気に入って使用しています。そしてこれらのローを使って撮影した場合、撮影の失敗というのがほとんどなくなります。それは ISO とホワイトバランスを撮影後の編集時に変更することができるからです。このように ISO とホワイトバランスが間違っていた場合、通常のカメラでは大幅に改善したとしても不自然な映像になる可能性が大きいです。しかしローの場合はホワイトバランスを調整し ISO で適正露出に変更することが可能なので、元のデータが残っている、これがローの大きなメリットとなります。今回は実際にロー映像などニコン ZR で撮影したサンプルデータを僕たちが運営するビジュアルパークというオンラインショップで無料配布しています。ニコンとレッドが生み出した新しい魅力を実際に触ってみることでより凄さを実感できるはずです。ぜひ概要欄のリンクからダウンロードをして実際に体感してみてください。これだけを聞くとローを使いたくなると思いますが、圧倒的な欠点が一つあります。それは大きすぎるデータサイズです。ZR の最高画質である 6K60fps に設定した場合、ビットレートは約 3700Mbps になります。これがどれぐらいのサイズかというと、およそ2秒で 1GB のデータ量です。仮に 1TB の CF エクスプレス Type-B カードを使用したとしても、たったの36分しか記録することができません。しかも R3DNE を選択した場合は、ビットレートを下げて撮影することができず、強制的に最大ビットレートでの記録となってしまうのです。一方 NRAW の場合はビットレートを抑えた標準が用意されており、この場合はだいたい半分くらいのデータサイズで記録することもできます。それでも1時間程度の記録で約 1TB を消費してしまうというような莫大なデータサイズとなっています。ここまででもお伝えしたように、ローの圧倒的な画質と編集の柔軟性というのは本当に魅力的に感じています。でも運用面に関してはしっかりと購入前に検討していく必要がありますよね。もちろん圧縮率の高い H265 などの記録にも対応しています。しかしこの H265 の記録ではレッドのカラーサイエンスを実現するための Log3G10 は使えず Nlog のみの選択となってしまうんです。Log3G10 を使用する場合は R3DNE のロー映像として記録する必要があるので、ここは早めのアップデートを期待したいところです。そして今回とても長く要望いただいていたニコン専用ラットの設計を行いました。Nlog と Log3G10 の両方のラットを含めており、美しく印象的な世界観を表現することができます。11月30日まで特別価格で購入できますので、興味ある方はぜひこちらもチェックしてみてください。そしてその他では、プロレス 422HQ などの記録も可能です。これらの記録フォーマットを一覧でまとめると、このような形になります。6K60 フレームはフルフレームで記録することができますが、4K120fps は約 1.5 倍のクロップになるという点は注意が必要です。ニコン ZR を購入した方、購入検討の方はぜひこの画面をスクショして役立ててください。さらに今回はニコン ZR のこの画質、そして色味がどれぐらい優れているのか気になったので、6種類の映像データを比較検証しました。比較したのはニコン ZR の NRAW と R3DNE、Lumix S1M2 の Vlog と AliLog-C3、ソニー α1M2 とソニー FX3 の S-Log3 の計6種類の検証です。まず見た瞬間に違いがわかるのは ZR の R3DNE です。他の5つに比べてスキントーンの赤みが圧倒的に少なく、自然で落ち着いたトーンであることがわかります。一方ソニーの2機種は全体的に赤のサイドが少し高く、不自然に感じる人もいるかもしれません。ルミックスの S1M2 では Vlog と AliLog-C3 の間にも大きな違いがあって、AliLog-C3 の柔らかな回調と空気感の表現というのはやはりシネマカメラに近い仕上がりになっています。ニコン ZR の中でも Nraw と R3DNE の差は明確で、鮮やかでコントラストの強い Nraw は SNS 映えはする一方で、日中の明るいシーンではややノイズが目立ちます。それに対して R3DNE はノイズが非常に少なく、色の滑らかさと回調の自然さが際立ちます。アリのカラーサイエンスを継承した Lumix S1M2、そしてレッドのカラーサイエンスを継承したニコンの ZR。2025年の動画撮影カメラは僕たちクリエイターにとって本当に楽しい刺激的な年でしたね。そしてもちろんキャノンもシネマローライトのロー撮影ができますよね。つまりミラーレス一眼型カメラで内部ローの記録ができないのは残すところソニーだけです。ベニスやブラーノなどシネアルタシリーズで収録ができる XOCN というフォーマットをそろそろ FX に継承しますか？ソニーさん、次の機種に本気で期待していますよ。そしてレッドコモド 6K との比較も行いました。どちらも共通して映画的な色作りを感じることができます。
ただしダイナミックレンジの広さや階調表現の点では違いがあって、 ZR が12ビットローであるのに対しコモド 6K は16ビットローという圧倒的な色情報を持っているため、極端なグレーディング体制やハイライトの粘りではコモドが一歩上と言えるでしょう。この ZR はコモドを完全に代替するという存在よりも、ニコン機の新しいカラーサイエンスとして向き合っていくのがいいかもしれません。さらに ZR では R3D-NE での収録が最もノイズが少なく取れるということが分かりました。 R3D-NE、N ロー、プロレスロー HQ それぞれの映像を並べてみると、暗所でのディティールやノイズ量にも差があり、 R3D-NE が極めて優れた処理の設計であるということが分かるかと思います。従来の動画ではカメラ内部である程度のノイズリダクションがかかりますが、ロー記録ではその処理が行われません。もしノイズが気になる場合は編集時にノイズリダクション機能を活用して調節をしてみてください。さらに ZR は内蔵マイクで32ビットフロート録音にも対応しました。32ビットフロートとは動画でいうローみたいなもので、限りなく音割れを防ぎ、小さな音から大きなまでを幅広く綺麗に記録していくことができます。新しく登場したショットガンマイクロフォン ME-D10 はこの外付けマイクも32ビットフロート録音を可能にしています。さらに音声記録だけでなくタリーランプ機能も搭載、収録中であるということを視覚的に確認ができ、撮影現場での運用面が格段に向上しました。そして画質や音声性能以外にもオートフォーカス性能や手ブレ補正も重要なポイントです。ZR は画像処理エンジン XPEED7 とディープラーニングを活用した AI 技術の組み合わせにより高性能なオートフォーカスが実現されており、あらゆる撮影政党で高速な AF に頼ることができます。ただ AF 最強とも呼ばれるソニー機を普段使っている僕からすると、人物の認識の精度がやや劣っていると感じる場面がいくつかありました。特に通行人が多いシーンではフォーカスが迷ってしまったり、狙った被写体を完全に捉えきれないということがあったりしました。手ブレ補正も強力な5軸のボディ内手ブレ補正によって安定した映像を撮影することができます。さらにファインダーレスなボディ設計であることから、ジンバル運用時の取り回しのしやすさも魅力のうちの一つです。そしてもちろん写真撮影時でもボディ内の5軸手ブレ補正を有効にし、手持ち撮影でもあらゆる表現の写真表現を可能にしています。完璧なカメラというのは存在せず、このニコン ZR にも知っておくべき注意ポイントがいくつかあります。ここからは実際に使用して分かったことや注意点についてお話をしていきます。一つ目は気になるバッテリー性能と長時間収録についてです。まずはプロレス 422HQ の 4K30fps で室内による連続撮影を行いました。結果は最初に停止したのはモニターを閉じた状態の ZR で、1時間44分54秒でバッテリー切れになり停止になりました。モニターを開いた状態の ZR では1時間53分4秒でバッテリー切れにより停止しています。さらに同じ環境で USB 給電をしながらの撮影をテストしてみました。結果はどちらも熱停止することなく、最長の2時間5分で録画が停止されました。そもそもニコン ZR は2時間5分という録画時間制限が設けられています。またデータサイズが大きいカメラでもあるので、長時間撮影にはあまり向かないカメラなのかもしれません。それでも冷却ファンを搭載していない設計で、ここまでの動作が安定しているというのは正直かなり驚きでした。とはいえ実際に使い込んでいくといくつか欠点も見えてきたので紹介していきます。まずはプレビューの再生画質です。ログカーブで撮影した場合、非常に淡い素材になるため、プレビュー時にはラットが適用されます。しっかりと色の戻った状態で再生ができるというのはいいところなのですが、解像度の劣化が目立っていて、色味も不自然で部分的な破綻などが見受けられます。撮影中や実際の動画データはしっかり綺麗なので大きな問題ではないのかもしれませんが、せっかくの大型ディスプレイを搭載しているだけにプレビュー時の再生解像度が劣化してしまうという点は惜しいと感じる部分です。さらに電源ボタンに関してもやや不満に感じる場合がありました。左上に配置されたこのボタンはワンタップで電源のオンオフができる仕様になっています。素早く起動できる点は非常に気に入っているんですが、カメラバッグの中で誤作動したり録画中に触れてしまい停止するリスクもあります。個人的には電源を入れるたびに左手を使う必要があるというのも少しやりづらさを感じています。そして最後はオープンゲート収録に非対応であるというところです。おそらく同じセンサーを搭載する Lumix S1M2 ではセンサー全域で記録する機能があり、通常の16対9の動画よりも縦の部分を多く記録することができるため、後から縦動画にリフレームしたりと編集の自由度が高くなります。縦位置撮影用のネジ穴もついてないということを考えると、今後のカメラ開発で対応していってほしいポイントに感じています。
ここまでがニコン ZR のレビューになります。ZR の実売価格は26万9280円。30万円を切ってしまう節沼カメラです。この価格設定はルミックスの S5M2 や S5M2X が登場した時以来の衝撃があったように感じています。本当に安すぎますよね。ニコン Z52 や Z5-2 など同じ性能のカメラに比べて低価格設定であり、今のニコンは本当にユーザーを第一に考えチャンスを提供しているように感じます。一方でこれまでの多くの映像クリエイターはソニーの FX3 を選んできました。僕自身もそうです。でもそれは一体なぜなのでしょうか。この答えは簡単で、インフラになっているからです。大多数のユーザーに選ばれるためには、あったら便利なものよりもなくてはならないものが必要だと僕は考えています。FX3 は多数の記録サイズの設定や決して無駄のないボディ設計で、さらには膨大なレンズラインナップまでできることよりもできないことの方が少ない完成度で、ましてやユーザーの情報共有も豊富だから、これほどの価格であったとしても売れ続けている機種であると僕は考えています。たとえロー動画が撮れなくてもです。FX3 は2021年発売のカメラです。ソニーはこの4年という月日の中で膨大な費用をかけてさらなる攻撃を開発しているに違いはありません。僕はやっぱりこちらにも期待をしています。とはいえソニーの価格設定には不安しかないのは正直なところですね。ニコン ZR の R3D-NE は非常に魅力的かつ制作者の表現を広げてユーザーにローというのを身近な存在にしようとしているということが伺えてきますが、本当に必要なものは H265 での Log3G10 の実現だと僕は感じています。できる限り性能を詰め込むというこれまでのニコンの設計から Z シネマのみならず今後のニコンカメラにもこのレッドのカラーというものを期待できるかもしれません。どちらにせよニコン ZR の登場はいい方向に向かう流れができたかと思います。僕たちもこのカメラをたくさん今後も引き続き使っていく予定です。もしこの動画を見ている方でニコン ZR の購入を検討している方は、僕たちが実際に撮影してきたサンプルデータを無料配布しているのでダウンロードして実際に使って編集やワークフローをテストしてみてください。そして今回とても長く要望いただいていたニコン専用ラットの設計を行いました。N-Log と Log3G10 の両方のラットを含めており、美しく印象的な世界観を表現することができます。11月30日まで特別価格で購入できますので、興味ある方はぜひこちらもチェックしてみてください。ということで、この動画が購入検討していた方や動画撮影カメラを探している方の参考になっていたらすごく嬉しいなと思います。ではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。